この瞬間、あなたの周りに赤いものはありますか？多分今赤いものが急に目に入ったと思います。実は今、あなたの脳はあることをしました。それは見る世界を選んだということです。よく思考は現実化すると言われます。確かに考え方が変わると人生が変わることはあります。しかし、神経科学の視点で見ると、もう少し正確な表現があります。それは、思考が現実を作るのではなく、脳がどの現実を体験するかを選んでいるという考え方です。そしてその選択にとても大きく関係しているのが、意識の向きです。ここは答えを押し付ける場所ではありません。ネドジュンさんが語る意識の体験を別の言葉で理解するための翻訳室です。今日のテーマは、思考は現実を作っているか。これをネドジュンさんの語る意識の焦点を合わせたものが拡大すると掛け合わせて、脳の仕組みから見ていきます。では最初に小さな体験実験をしてみましょう。今から10秒、呼吸に意識を向けてください。吸う息、吐く息。それを感じます。では次に、頭の中の思考に意識を向けてください。今、何を考えていますか？どうでしょう？今、意識の向きが変わったと感じたと思います。呼吸に向いていた意識が思考へ向いた。実はこの意識の向きが脳の状態を変えるスイッチなのです。私たちは世界をそのまま見ていると思っています。しかし、神経科学では違うことが分かっています。実は脳にはラスというシステムがあります。正式には毛様体不活系と呼ばれる脳の注意フィルターです。私たちの脳には毎秒数百万の感覚情報が入ってきています。音、光、温度、身体感覚、匂い。もしそのすべてを処理したら脳は一瞬でパンクしてしまいます。そこで脳は重要な情報だけを選ぶフィルターを持っています。それがラスです。ラスは今大事そうな情報だけを通します。例えば、新しい車を買うと同じ車をよく見かけるようになる。妊娠すると街で赤ちゃんが目に入る。これはその情報が増えたのではなく、脳が選び始めたのです。外の世界は同じでも、ラスが選んだ情報と脳の解釈によって体験する世界が変わるわけです。ではもう一度小さな実験をしてみましょう。今から5秒、音に意識を向けてください。どうでしょう？さっきまで聞こえていなかった音が聞こえませんか？これがラスです。ではラスは何を基準に情報を選んでいるのでしょうか？それは意識が向いているものです。脳は意識が向いているものを重要な情報だと判断します。すると、その情報をどんどん強調します。つまり、意識が向いたものが体験として拡大するのです。これはまさにネドジュンさんの言う、意識の焦点を合わせたものが拡大するということです。
では、意識が思考に向くと何が起きるのでしょうか？脳では思考ネットワークが活発になります。この回路は過去を思い出したり、未来を予測したり、問題を探すという働きをします。つまり、意識が思考に向くほど脳は過去と未来を探し始めるのです。すると自然と過去の後悔や未来の不安が増えてきます。結果、世界が不安な場所に見えてくる。一方で、意識を呼吸や身体感覚、音に向けると、脳の活動は感覚ネットワークに移ります。すると、思考ネットワークは自然に静まります。するとラスは危険情報を探すモードから外れます。そしてもう一つ重要なのが、神経系の安全モードです。身体感覚に意識を向けると、迷走神経が刺激されて、副交感神経が優位になります。すると脳は、今は安全だと判断します。これは多くの瞑想研究でも確認されていることです。実は、幸福感というのは何かを手に入れた結果ではなく、神経系の状態です。脳は安全だと感じると自然に安心感や静けさ、穏やかな幸福感を生み出します。つまり、身体感覚に意識が戻ると神経系が落ち着き、自然と幸福感が出るのです。そしてもう一つ、思考が静かになると世界が鮮やかに感じられることがあります。これは脳の情報処理が変わるからです。思考が強いとき、脳は世界をラベルで見ています。空、木、人、道路。しかし、思考が静かになると、脳は純粋な感覚情報を処理し始めます。色、光、音、動き。世界が少しだけ鮮やかに感じられることがあります。多くの人がこの状態をこう表現します。世界がキラキラして見える。それは世界が変わったのではなく、注意の向きが変わっただけなのかもしれません。では、簡単なワークをしてみましょう。今から30秒、意識の焦点を変える練習をします。呼吸を感じてください。吸う息、吐く息。次に、胸の中心の感覚を感じます。温かさ、広がり、静けさ。思考が出てきたら、また体の感覚へ戻ります。これは思考を止める練習ではありません。意識の向きを変える練習です。今日の話をまとめます。思考は現実を作っているわけではありません。私たちの脳はラスというフィルターを使い、どの現実を体験するかを選んでいます。そしてその選択に大きく関わるのが意識の向きです。思考に向けば、注意が不安や後悔、心配に向き、ラスがそれを裏付ける情報を拾います。身体感覚に向けば、危
険情報を探すモードから外れ、心が静かになり、世界が落ち着いて見えるという体験が起きます。つまり、意識の焦点が世界の体験を変えるのです。私たちは普段、世界をそのまま見ているようでいて、実は脳が選んだ世界を体験しています。そしてその選択には意識がどこに向いているのかが関わっています。だから現実を変えるのは思考ではなく、どこに注意が向いているのかなのかもしれません。もしかすると意識の向きを少し変えるだけで、私たちが体験する世界は思ってる以上に変わるのかもしれません。このチャンネル、ネドジュン理論翻訳室では、ネドジュンさんが語る意識の体験を神経科学や脳の仕組みという別の言葉でゆっくりと翻訳していきます。もし今日の話があなたの体験とどこかで重なるものがあったなら、このチャンネルの他の動画もきっと同じ地図の上にあります。よければもう一つの動画も覗いてみてください。